これはボイジャー2号が撮影した海洋星のタイムラプス。背後で流れる不気味な雑音はコンピューターのノイズやプラズマの振動が音声化されたものです。これを見た時に僕が感じたのは、得体の知れないものに抱く根源的な恐怖でした。人は宇宙の美しさに魅せられますが、そもそも宇宙とは人の理解が及ばない恐ろしい世界です。実写画像を交えて背筋が凍る宇宙の姿を覗いていきます。この映像は探査機ジュノーが木星に接近して撮影した画像を球体にデジタル投影したものです。真っ暗な虚空に浮かぶ巨大なガスの塊はそれだけで見るものを圧倒します。直径は地球のおよそ11倍。迂闊に近寄れば強力な放射線と重力の餌食です。探査機は木星の雲頂からおよそ 3400km という超至近距離まで接近しています。この時、探査機は木星の重力につかまり、時速約20万 9000km という驚異的な速さまで加速されました。木星は10時間に1回転という猛烈な速さで自転しており、赤道付近では時速 500km を超えるジェット気流が猛威を振るいます。圧倒的なスケールにもかかわらず、映像だけでは本当の大きさが実感できません。何より異質なのは、表面に浮かぶ油絵のような渦巻き模様。まるで紙がこしらえたラテアートです。化学反応によって生まれた鮮やかな色が複雑な大気に激しくかき回された結果、他の惑星では見られない縞模様と斑点を描いています。ジェット気流は深さ約 3200km まで続いており、その下の様子は未だに観測できていません。芸術的な運送の下では、アンモニアや硫化アンモニウムでできた雲が踊り狂い、その下には液体となった水素の海があると考えられています。地球の常識が通用しない常軌を逸した世界です。恐ろしいのは木星だけではありません。巨大なリングを持つ土星は優美で神々しい存在にも見えますが、その本性は木星と同様に凶悪です。一見無機質な表面には時折白い嵐が姿を現します。南北方向に約1万 km、東西方向に約1万7000 km の地球がすっぽり収まる規模の大嵐。2ヶ月後には南北の範囲が1万5000 km にまで拡大しました。上層大気の風速は木星に匹敵し、鮮やかな外見とは裏腹に人間を寄せ付けない厳しい環境です。土星の最も不気味な一面は、北極に佇む六角形のジェット気流。何者かが手を加えたとしか思えない規則的な模様には、見る者を不安にさせる何かがあります。およそ4年間にわたる規則的な観測によって、六角形が季節に伴って変化することが分かりました。色の変化は春から夏にかけて太陽光が強くなり、スモーク粒子が生成されたためだと考えられています。六角形のジェット気流は一塊に動いているわけではありません。複雑な雲の層が重なり、いくつかの渦は逆向きに回転しています。なぜこのような不可思議な六角形の気流が発生するに至ったのか、詳しいメカニズムは未だに解明されていません。土星のはるか遠くには氷惑星と呼ばれる極寒の星が潜んでいます。菜塩の惑星、海王星。太陽からの距離は平均45億 km。1年の長さは地球時間で165年です。ここに届く太陽光は地球の900分の1しかなく、平均気温はマイナス200度。地球の最低気温は冬の北極で記録されたマイナス 97.8 度でした。これほどの低温では
人間は数回呼吸するだけで肺から出血して死に至ります。その倍以上も寒い環境となるとどうなるのか想像もできません。海洋星はこれほど太陽から離れているにもかかわらず強力なエネルギーを秘めています。凍ったメタンの雲が大気で猛威を振るっており、その風速は時速 2000km 以上。これは音速の約2倍に匹敵し、地球で観測された最大風速の4倍を超えます。海洋星でのみ見られる黒い嵐、大暗斑。濃い青色の大気にぼんやりと浮かび上がる黒い模様は、得体の知れなさをより一層引き立たせています。木星と土星は太陽系の惑星でひときわ巨大で、岩石惑星の大きさとは明確に違います。しかし太陽と比べればこの通りです。太陽の直径は木星の約10倍。体積比だと太陽の中に木星が1000個近く入ります。太陽では地球の数倍の距離まで伸びる爆発も珍しくありません。巨大な粒子の塊が風船のように弾け、太陽表面の半分を覆うほどの距離に飛び散っています。地球と同じ大きさの惑星であれば数十個は飲み込まれるかもしれません。太陽はそれほどまでに圧倒的な存在です。ところがその太陽も恒星の中では特別な存在ではありません。シリウス A は太陽のおよそ 1.7 倍、ベテルギウスは約700倍、そして観測史上最大の星スティーブンソン2の18は約2150倍です。体積で考えるとスティーブンソン2の18の中に太陽はおよそ100億個も入ります。それをはるかに凌駕する天体が超大質量ブラックホールです。 TON618 は太陽質量の600億倍を超えており、直径は4000億 km に達する可能性があります。これは太陽から海洋星までの距離のおよそ88倍。太陽系を数十個飲み込んであまりある天体が100億光年彼方の宇宙でうなり声を上げている。自分がいかに取るに足らない存在かを実感します。ブラックホールは宇宙の恐ろしさを象徴する天体です。100年前にアインシュタインが予言し、2019年に初めてその姿が捉えられました。大質量の恒星が進化の末期に崩壊して生まれた怪物。もし人間が吸い込まれたら何が見えるか、最新のコンピューターによってシミュレーションされています。眼前に迫るのは太陽の430万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール。オレンジと黄色の光は中心に向かって回転しながら落ちていく高温のガスです。空間と時間すら歪める強大な重力によって周りの景色が歪んでいきます。最終目的地は光すら後戻りできない境界線、イベントホライズン。このブラックホールのイベントホライズンの大きさは約2500万 km です。運が悪いとそこへ流れ着くまでに重力に引き裂かれます。イベントホライズンを越えた先がどうなっているのかは現代物理学でも未だに答えを出せていません。さらに恐怖を倍増させるのが音です。ブラックホールの圧力が周囲を取り巻く高温のガスに引き起こした波が人間に聞き取れる音に変換されました。ほぼ真空の宇宙には音を伝える物質がありませんが、銀河団にある大量のガスがその代わりを果たしています。この音は本来音楽で基準となるどの音より約57オクターブも下です。地獄の底から湧き上がってきたかのような重低音は聞く者に形容しがたい不安を与えます。夜空にきらめく恒星の多くは惑星を持っています。
発見済みの太陽系外惑星の数は6000を超え、その特徴は多種多様です。生命の楽園になるかもしれない惑星、そして地球とは似ても似つかない地獄の惑星も。そんな系外惑星の一つが、地球から64光年先にある HD189733b。木星の約 1.13 倍の直径を持つ鮮やかなコバルトブルーの惑星は、表面上は豊かな水の惑星に見えます。ところが、この色は水の色によるものではなく、ガラスの原料である計算塩粒子。これが熱せられてガラスの粒と化し、秒速 2km、音速の7倍という蒸気を逸した速さで降り注ぐのです。美しさに見惚れて近づいた無防備な訪問者は瞬時に細切れにされます。この恐ろしい環境を形成した原因の一つは、主星との異常な距離。この惑星は主星から約468万 km、水星と太陽の距離のわずか13分の1の距離を周回しています。間近に迫った恒星からの強烈な熱放射によって、HD189733b の表面温度は推定で摂氏1000度に上昇。恒星に面した部分と裏側の部分の寒暖差によって乱気流が発生し、ガラスの暴風雨が惑星中を駆け巡るのです。大気が凄まじい勢いで剥がされ、後ろに吹き飛ばされたガスが彗星のように尾を引いています。ガラスの暴風に包まれた燃える星、絶対に訪れたくない世界です。恐ろしい天体の数々を見てきましたが、本当に恐ろしいのは常識を超えた天体そのものではなく、何も存在しないことかもしれません。これはハッブルが撮影したザラメのような不規則銀河 KK246。周囲はたくさんの星で満たされているように見えますが、実際はそれらは KK246 のはるか奥にあります。KK246 のいる場所は、銀河がほぼ存在しない空虚な領域、ボイド。銀河の分布には大きな偏りがあり、銀河が密集している空間と銀河の密度が異常に低い空間があります。星がほとんどない空間は薄い星間ガスで満たされた宇宙の空洞です。天の川銀河が所属する銀河群の隣にも少なくとも幅1億5000万光年のボイドが横たわっています。さらに巨大なボイドはスーパーボイドと呼ばれており、最大のスーパーボイドは幅10億光年以上。目に見える天体がほぼなく、闇に閉ざされた空間が光の速さで10億年もかかる距離にわたって広がっている。こんな場所に迷い込んだらと考えるだけで気が狂いそうになります。今は密集した銀河の集まりが簡単に観測できるため、相対的に銀河が少ない領域がボイドとして目立っています。しかし、宇宙のどこを見渡しても星の光が見えない全天が空虚な世界になってしまったらどうでしょうか。恐ろしいことに、この未来は遠い将来にやってくると言われているのです。今から100億年以内に天の川銀河とアンドロメダ銀河が約 50% の確率で合体すると言われています。重力やダークマターで結びついた近くの銀河同士が衝突を繰り返し、一つの巨大な楕円銀河に成長します。それと逆行するのが宇宙の膨張です。この宇宙は正体不明のエネルギーによって加速度的に膨張しており、離れた銀河は高速を超える速さで地球から遠ざかっています。重力やダークマターよりも宇宙の膨張が勝る距離にある銀河はどんどん離れていきます。行き着く先は近くの銀河をすべて飲み込んで生まれた巨大銀河が広い宇宙で孤独に点在するという寂しい宇宙の姿です。隣の銀河はすべて高速を超えて遠ざかり、自分の銀河以外の星は闇に消えてしまいます。この頃になると、ビッグバンの残光も波長が引き伸ばされて検知できないほど弱くなるでしょう。もし1000億年後の銀河に知的文明が生まれたとしても、
彼らの目に映るのは自分たちがいる銀河の星々だけ。宇宙の成り立ちや加速度的な膨張を知る手がかりが永遠に失われてしまうのです。このような知的文明が生み出す天文学は地球人のそれとは全く違うものになります。人類の宇宙観が必ずしも正しいという保証はありません。ただ、少なくとも宇宙の歴史について幅広く議論を交わせる時代に人類文明が存在していることは、この上なく幸せなことなのかもしれません。最後に紹介するのは、最も恐ろしい宇宙の写真として海外のネット掲示板で話題になったものです。1984年2月7日、宇宙飛行士のブルース・マッキャンドレス2世は、スペースシャトルで驚くべき行動に出ました。本来は宇宙飛行士が背負ったバックパックのケーブルを宇宙船につなぎ、安全な状態で船外活動を行います。ところが、マッキャンドレス2世は人類で初めて命綱をつけずにスペースシャトルから飛び出しました。移動する際に使われたのは窒素を推進剤とした手動操縦ユニット。およそ6時間にわたってスペースシャトルから90メートル離れた地点を飛行しました。その時の写真がこちら。吸い込まれそうな宇宙の暗闇を背景に、マッキャンドレス2世が寂しく漂っています。彼は宇宙空間に出た際、尋常ではない寒さに歯がカチカチ鳴っていたと語りました。もし途中でバックパックが故障したり、移動の方向を誤ったりしたら、自力でスペースシャトルに戻るのは非常に困難です。実際には非常事態に備えて様々な安全策が取られていたため、不慮の事故で宇宙を漂流するリスクはほとんどありませんでした。それでも宇宙の底知れなさと人間のちっぽけさが凝縮されたこの写真は、背筋を凍らせる何かを秘めています。これは宇宙遊泳中のマッキャンドレス2世の視点から見たスペースシャトルの写真。このミッション中に撮影された写真の数々は、彼がどれほど壮大な経験をしたのかを表しています。マッキャンドレス2世の偉業を機に、宇宙飛行士がより自由に、より広い範囲で船外活動できるようになり、宇宙開発が飛躍的に発展しました。宇宙の写真を見て感じるのは、宇宙では美しさと恐ろしさは紙一重だということです。地球にはない美しさに魅了されると同時に、到底理解が及ばない不気味な存在でもあります。宇宙の 95% は未知の物質です。その正体が完全に解き明かされたとき、人間にとって宇宙の見方は全く別のものに変わっているのかもしれません。